そしてデモンストレーションちょっと書いていこうかなと思います。これとこれをちょっと選びました。こっちの方階段ややこしい階段にさらにややこしいしだれ桜で、この壁で竹林、黄色、黄緑、桃色、ややこしい色、なかなか複雑です。これを時間かけて書くのであれば日本画のように細かく書いていって、岩絵の具でちょっとした立体感出したら、間が持つというか日本の美を作れると思うんだけれども、さて水彩でその岩絵の具のような発色出せれるのかっていうとそうではないですね。画用紙主体で描いていきますから盛り上げることはできないですね。じゃあそこで何かを欠落した情報を何かで埋めていかなければならないというところです、はい、こっちは楽ですね。ただお写真さっきのお話なんですけど三分割構図に当てはまってないんです。これ例えば桜という舞台に川という、これも舞台なのか川という主人公があって名脇役に船があるのか、これが三分割構図の中に微妙にずれていて四分割構図に持っていって考えていくとここで済むんだけれども、僕からするとちょっと気持ち悪いなと思いますし、この川の面積と桜の面積ほぼほぼ等倍になってるように思いませんか。ちょっとやっぱり川の方が少ないけどもっと桜迫ってきててもいいなと思います。すなわち画面の半分ぐらいが桜でここら辺に川が流れててここら辺にあるよりかは桜ぐらいにして川ぐらいにしてここら辺に船ぐらいにしておぼろげぐらいに持っていきたいなって考えます。なのでこっちの方三分割構図に持っていきます。三分割してみます。よいしょ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 。この交点のところに人ってポイントになりやすいものだからここら辺に配置してみます。多分しっくりきそうな気がしませんか。そんなことない。僕だけが興奮している。僕が一番なんか喜んでますね。でこの桜いっぱいもうこのままここら辺もらっていきます。でここら辺さらにこの人がちょっと向こう行ってくれた分もうちょっと迫ってきてもいいわけですね。ここら辺まで迫ってきてもらいましょう。よし、面積がはっきりしました。でそれを抜けていく感じではっきりした。面積がはっきりしました。安定です。安定したらもう先塗っときます。これは皆さんがするのにこんなようにしましょうというわけではなくて、僕実験でするからこの場合こんな感じになるっていうのを覚えておいてもらったらいいかなと思うだけですよ。いきますね。実験です。みんなが全部そのようになるのではなく、こうしてほしいというわけではなく、こんだけ一気に桃色ほとんどこの筆のタッチで残った白の隙間以外が全部桃色のパターンの場合書いておきましょう。続いてこっちですね。こっちの方ちょっとここに置きたいんだけれど置いたらこれえらいことになりそうなので、これの方日の丸構図って言われる画面の真ん中に主体が来ている感じの構図ですね。
ここにドーンとある感じ。まあそれをこうなんて言うんでしょう、消失点構図とかいう構図で、もう一つこういうふうに視点の誘導があるんだけれど壁は向こうに行ってるので大して効いてないですね。この構図もちょっと僕は気持ち悪いなって思うので、どっちかにずらせれたらなと思います。緩やかにずらしたい場合は3分割よりも4分割構図の方がバランスよくずらしやすいです。真ん中から少しずらしたところまでに家、階段、こっちにずらしておきます。これ壁、壁です。壁です。石畳です。石畳のところに階段がビャーってあって、ここで大きな段食らってここら辺まで抜けていく予定です。しだれ桜、ここら辺上ちょっと切れるぐらいに持っていきます。に持っていきたいなと思います。もちろん桃色で描きたいので、まあ白で残したいところはここら辺なのかなっていうところなので、こっちの方も桃色で塗っておきます。よいしょ。これは真似しないでいいです。こう塗った場合どうなるのかを一緒に共通で共有できたらなというところでしているだけです。はい、こっち乾いてないドライヤー。はい、じゃあどんどんちょっと塗っていってみましょうか。まず同系色ですね。本当なら黒い色なんですけど、同系色で波とか描いていってみましょう。ちょっとグレー作ります。よいしょ。桃色にレモン混ぜたり、もしくは肌色入れました。これぐらい元気に入れました。残っちゃよくわからない状態ですけど、このままあんまり色数増やしたくないので緑だけは入れときます。これぐらいかな。で、その緑色がまた川に反射して映っててほしいから、まだ2色ですね。これぐらいですね。はい、あと黒で終わり。青色、青と赤、
締めていきましょう。さらに濁色赤強くしましょう。よいしょ。はい。大体こんな感じで出てきましたね。ちょっと粗くたいですね。けど、おそらくここに川っぽいものがあって、ここに、船、船頭さん、ここにも人いてて書きたかったら、書き込んで、こういうふうに、ここにも人がいるよ、台があるよ、みたいにね、したらいいかなと思いますけど、根本的にこんだけ面積増やしました。その方がいいかなと思うので、構造をしっかり安定させると、こんだけ適当に書いても、なんか場が引き締まるように僕は思うので、構図大事だなって思います。でこっちの方ですね。桃色はもうできてますし、乾いてます。一応、しだれ桜、しだれさせておきましょう。よいしょ。これ形、すごい僕デモンストレーション用、適当。ごめんなさい。これなんか花びら散ったらいいかなと思うからやってるだけ。多分これうまくいかないかもしれんけど。よいしょ。木ですね。木がこういう風にそうですね。よいしょ。階段あります。階段筆寝かして色を置いていくような感じでだんだんにしていきます。時折暗い色とかも入れながら忍ばせながらです。これちょっと早めの作業でキャッキャッキャッってやりたいのがあって、あとちょっとこれ線ガーッと筆で彫る作業を入れたいんですね。なので今勢いよくやってます。遠くに行ったらぼんやりしててほしいから、さらにこれぐらいの色入れておきます。であと濁色。ここで、いかに僕の頭の中で思うことは、コントラストをしっかりつけていけれるかなっていうところですね。この塊の面が塊でベタって塗ってるところと細かくなってるところの面積しっかり作っておくといいかなと思います。でここはちょっと抜いてぐらい、これぐらいだいぶ暗くしましたね。これぐらいつけておきます。よいしょ。水色、もうちょっと灰色でもよかった。
奥、木あります。緑です。緑入れます。面積的にもうちょっと広いんですけど、緑の面積。でも僕はこれぐらいにしときます。なんでかっていうと、この階段の面積を上回る面積をベタっと与えたくないので、飛び飛びならいいんです。飛び飛びなら。これ黄色に変わったりとかして、ここら辺黄色とか、色が変われば特に問題ないので。よいしょ。これ引きずるように置いてます。黒ここに置いたからこのままこう引きずっていけれるでしょ。竹林やから先に置いといたら楽でしょ。下の方に置いとく。下の方に置いとくと、あとは引きずって持ち上げていくことできるからのためです。よいしょ。あと壁の溝か。溝のところ。手前はまあちょっと青のインパクト入れておきます。階段だん。ここだけ頑張る。ここ石畳いらんところ。苔インパクト苔溝石堀。よいしょ。日本のこの瓦屋根はなんか墨色のイメージあるので、結構なこうペン画とかだったらそのままぶっとくドーンと入れた方がなんか重み感じる瓦屋根できたりとかするので、結構そういう意味で墨色入れていくこと多いです。そしてなんとなくこういう風にしているとだいたい舞台整ってきたように思います。構図を僕はちゃんと考えました。そして、色面積ですね、考えました。すると桜、最初に言ったように桜色じゃないです全然。けどそういう風な気分に見えると思うんで、あまり桜色に意識せずそれ以外の部分ちゃんとできてるか確認できたらいいかなと思います。桜を描くと言いつつ桜の周りを配慮するっていう感じになります。はい、じゃあやってみましょうか。はい。